こんにちは、ドラ旅です。今回の旅のテーマは、湯布院の湯の坪街道で食べ歩きも楽しかったけど、湯の坪街道以外にはこんな素晴らしいところがあるんだよって伝えたい旅です。最初は街道以外を堪能して、次の動画で食べ歩いたり、とにかくいろんなところに行った内容です。湯布院は約2年ぶりですね。すごく楽しかったので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方、応援してくださる方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。まず最初は、くぬぎの丘。イタリアンのお店で、ピザやパスタがすごく美味しいと評判のお店です。土日は行列ができるみたいですね。レストランは高い丘の上にあって、駐車場は40台くらいです。開店してすぐでしたが、たくさんの人がいました。お持ち帰りもあるみたいですね。見てくださいよ、この開放的な店内。期待が高まります。目の前は青い空と湯布院と湯布岳。すごいですね。トウモロコシの温かいポタージュになります。大分菅生のスイートコーンを使っていて、人生でこんな濃くて甘いコーンポタージュに出会ったのは初めてでした。400度くらいの石窯で焼き上げたピザ。表面はサクッと、中はもちもちで、トマトの酸味とイタリア産のチーズが本当に美味しかったです。最高に美味でした。見晴らしのいいテラスの席はこんな眺め。薪はクヌギの木を使っているそうです。また食べに行きたいな、そう思わせてくれるお店です。ぜひ行ってみてください。車で5分走って着いたのは湯布院文学の森。細い道を進んでいくと広い駐車場があります。もともと湯布院で旅館を経営していた方が、杉並区にあった壁運送が取り壊しになることを知って、移築の費用を全額負担してこの建物を湯布院に移築したそうです。中は和洋折衷様式で、昭和初期へタイムスリップします。入館料はかかりません。喫茶室を利用すると2階も自由に見学できます。歴史的価値が高いこの建物は住居兼下宿です。今ご覧いただいている1階は大家さんが暮らしていて、2階が下宿として使われていました。そこに小説家太宰治が夫婦で住んでいた記録が残されています。いい雰囲気ですね。トイレは最新のものでした。安心してください。
こういう狭いスペース好きです。なんか落ち着くんですよね。時間が許すならずっとここで読書したい気分です。ここの本は自由に読書できます。先ほどのクヌギの丘の後にここでゆっくりするのはいかがでしょうか。また来たいなと思います。着いたのは湯布院総合運動場です。湯布岳と田畑とまっすぐな道、とても美しいです。近くで電車も走っていました。こんなのどかな風景も湯布院の魅力の一つですね。ほんと綺麗でした。着いたのはうなぎ姫神社です。湯の坪街道の賑やかさが嘘みたいにとても静かで落ち着けます。拝殿や本殿を囲むように樹齢数百年以上の杉が並んでいました。笑っている狛犬、かわいいですね。本殿が水に囲まれているのは珍しいのではないでしょうか。地元の人に大事にされていることが伝わってきます。ご朱印もいただいて大満足です。次は塚原高原まで行きますね。偶然辻馬車に出会いました。今回も結局馬車に乗れませんでした。いつか乗ってみたい。明日はこの街道を3往復ぐらいしますからね。少し山を登った先に塚原高原があります。初めて行くので楽しみにしてました。行ってよかったなと感じます。着いたのはチョコチョコというお店。湯布院の旅館山荘村田のショコラティエ兼店長をしていたチョコレート職人さんのお店です。いいお店に出会えた、そんな気持ちになりました。その名の通りちょこちょこ買える上質なチョコレートが揃ってます。すべてショコラティエ自ら作っているそうです。チョコレートが濃厚なんですが、スッと溶けていつまでも残らないような上品な味。どれも美味しかったですね。誰かにあげても絶対喜ばれると思います。ぜひチェックしてみてください。そしてこの塚原高原の景色、なんで早く来なかったんだろう。着いたのは霧島神社です。ここには
飲み口が柔らかくて甘いと評判の名水が湧いています。まずは参拝ですね。この水は柔らかくて飲みやすかったです。触れるとすごく冷たい。冷たくてしびれてきました。もう一つ名水を紹介します。着いたのは名水由布の水。看板が目立つので分かりやすいですね。ログハウスのような建物が受付で、料金を払って駐車スペースの前で取水します。無菌なので1年くらい保存できるそうです。飲んでもいいよってことでその場でいただきました。冷たくて柔らかくて飲みやすかったです。これでコーヒーを入れたら美味しいでしょうね。次は加工に行きます。着いたのは塚原温泉河口の泉。ここは伽藍岳の中にあって平安時代からある強酸性の温泉です。知らなかったんですが全国的にもとても珍しくて貴重な温泉でした。強い酸性でなんとレモンやカボスよりはるかに強い酸性です。他にも酸性の温泉はありますが成分量では塚原温泉が群を抜いているようです。すごい温泉なんですね。次来た時は入って帰ろうと思います。河口に行く道は急勾配です。太ももがプルプルしてきますね。別名硫黄山と呼ばれていて硫黄の香りが立ち込めていました。車椅子で上がることは難しいと思います。この地下に眠る熱水が別府八島すべての温泉源で別府温泉すべてのお湯の供給源となっているから驚きです。日本一の温泉県の大分、源泉の数、湧き出る量は全国1位なんですけど、泉質も多種多様なんですね。前に炭酸泉のラムネ温泉に行きましたが、大分の温泉は個性が強めの場所が多いです。見学は楽しかったですね。さて次は忘れることができない絶景に出会いました。Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. 着いたのは湯布茶寮。1日3組限定の旅館です。湯布院で客室に温泉があって
広い部屋でベッドがあって安く泊まりたい。そんな私たちみたいなわがままな人には大変いいと思います。入り口からいい雰囲気。8畳の和室に12畳のツインベッドルーム。ベッドはシモンズ製で寝心地が良かったですね。次の間があって冷蔵庫の中のものはサービスでした。ベッドルームの横を進んだら半露天のお風呂。ドライヤーはダイソンです。お風呂はなんと源泉かけ流し。源泉かけ流しマニアにはご褒美ですね。お湯はすごく柔らかくて最高に気持ちいいです。日本に生まれてよかった。河口を見に行って疲れて河口の熱水で癒されました。夕食は食べに行く体力もなくコンビニです。今日は湯布院を堪能しました。明日は猪坪街道をたくさん食べ歩いてその後移動します。お楽しみに。